アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル。このチャンネルでは日本で一番新しくて詳しいインディアンモーターサイクルの情報をお届けしております。 V 型エンジン大好き西尾です。今回はメイドイン USA 最後の空冷エンジンモデルで、私西尾が一番おすすめのチーフシリーズについて改めてしっかりお話しさせていただこうというような動画になっております。インディアンの中でチーフというモデルは1922年、ブランドの黎明期から続きます、名車の系譜を継いでいるクルーザーになるんですけれども、現行モデルのチーフについては2022年モデルからデビューになりました 1899cc の純空冷エンジンサンダーストロークを積んだチーフシリーズになっております。この2025年モデルでもスポーツチーフ RT とかスーパーチーフダークホースとか新しいバリエーションが出まして賑わってきてるんですけども、冒頭でもお伝えしたように最後の空冷エンジンでもう乗るんやったら今のうちやぞということもあるので、今回はベースになるチーフダークホースという車両から見える今のインディアンチーフ覗いていきたいなと思います。では本日はチーフシリーズ紹介させていただくということで、ノース大阪インディアンモーターサイクルさんの試乗車チーフダークホースお借りして車両を詳しく見ていきたいと思います。これね、見どころめちゃくちゃたくさんあるんですけど、チーフシリーズ一番シンプルな形のダークホースっていうやつと、あとメッシュホイールでアップハンドルになってるチーフボバーダークホースと、クラブスタイルちょっと走りにフォーカスしてるスポーツチーフ、あとフロントにスクリーン両側にカバンがついたスーパーチーフと4つファミリー出てるんですけど、この春からねさらに2機種追加になってチーフシリーズめちゃくちゃ今選べると思います。今回はそれの一番シンプルなダークホースご案内していきます。車両のフレームとかサイズ感同じなので、チーフシリーズ気になってる方ね、その表春モデルイメージしながらバイク一緒に見ていきたいと思ってます。じゃあまずフロント周り、これエンジンガードついてるんですけど、こんな感じでヘッドライトはプロジェクタータイプの LED ヘッドライトに砲弾型の LED ウインカーがついてます。フロントフォークはモデルによるんですけど、一番シンプルなダークホースは整列フォーク、ちょっとクラシックなデザインのスーパーチーフ、あとはチーフボバーダークホースはこの辺にねごっついクラシカルなカバーが重なってます。走りにフォーカスしてるスポーツチーフは倒立フォークになってるんですけど、チーフシリーズスポーツチーフ以外はねブレーキシングルです。この巨体を制御するのにフロントディスク1枚でええんかという話なんですが、アメリカンクルーザーなんでフロントで止まってキビキビ製造させる必要はなくて、リアのブレーキをメインで車両が製造できるようなものづくりになっているので、その辺はね別に2つディスクがあってももちろんいいんですけど、性能的にもいいんですけど、あえてアメリカンモーターサイクルのクルーザーはこうやっていう形がここに出てます。チーフシリーズね、これもう別の動画でも何回も言ってるんですけど、エンジンフレーム見ていきます。まずねこのエンジン、私大好きなサンダーストロークというインディアンの V ツインエンジン 1890cc 純空冷のエンジンです。かっこいい。このエンジンのヘッド形状ね、アメリカンモーターサイクルの創世期サイドバルブと呼ばれていた時代のエンジンの形状を模している。エンジンの形を見ただけでね、あれこれかっこいいと、ハーレーとは違うデザインになっております。タンクからこうフレームねこう見ていただいたら、これもねちょっとこだわりのポイントがたくさんありまして、この首元のライン、ここ大きくバカッと空洞が開いてるんですけど、タンクはこのフレームに乗っかってるんですけど、ここねこの余白かっこよくないですか。なんかね本当は別にこんな線でもねいいはずなんですけど、わざとこのフレームを見せるスタイル、フレームを見せて主張していくこのインディアンのものづくりと、それだけじゃなくてこのフロントのネックからねこう下に下がっていくのもまっすぐじゃないんですよ。これねちょっとこう手前に膨らみながらなだらかに下に落ちていくんですけど、こういうのもね本当はまっすぐにバーンと作ってグニッと曲げたらコストかからなくていいんですけど、インディアンモーターサイクル今のねチーフと
スカウト骨格が過去のインディアンの名車であるチーフスカウトのフレーム形状をリスペクトされてるデザインなので、こういうのをやっちゃうんですよ。インディアンモーターサイクルすごくないですか。この余白もええんですけど、個人的にここね、こっから太いフレームがタンクの中にこう入って隠れていくんですけど、こっから出てくるところがね、こういう風に曲線になってるんですよね。ここ何回も言うんですけど、別にまっすぐでいいんですけどね。でもこのチーフから設計のねデザイナー部門のチーフのオラ・ステネガルドさんっていう責任者の人がいるんですけど、その人がバイクってエンジン下ろしてタンク外してフレームだけになった時もかっこよくないとあかんというポリシーをねぶつけはりまして、タンクを外してもかっこいい骨格が中に入ってるぞと、外からは見えへんけどみたいな、かっこよくないですか。こっからこうリアのねお尻の方にフレームが流れていくんですけど、ここもね頭の先から緩やかなカーブを描いて、ここまでリアサスの取り付けも含めて曲線をイメージさせてるフレームのラインね。これサンダーストロークのエンジンとこのフレームワークはインディアンモーターサイクルのものづくりめちゃくちゃ表してくれてると思います。かっこいい。でね、僕の推しポイントね、サンダーストロークエンジン搭載のチーフシリーズ一番の推しポイント、ここです。ここ見てください。純空冷のエンジンなんでオイルクーラーとか何にもついてなくて、ここスッカスカなんですけどエンジン丸出しなんですね。この辺から見てもらうとすごく分かりやすいんですけど、フレームがねこうちょっと曲線を描きながらね左右に広がりつつ後ろに流れていきよるんですね。これやばくないですか。このフレームの太さの感じも十分ね剛健な雰囲気出すんですけど、この絶妙な曲線美、エンジンの造形にも言えることやし、フレームのシルエットにも言えることなんですけど、こっからここだけのね曲げの角度見るだけでもこだわってるなと、インディアンのものづくり僕は感じてかっこいいなと思います。ではお尻周り、この辺ね非常にシンプルにまとまっているチーフシリーズお尻周りもご紹介していきます。チーフタンクフェンダー全部スチールです。分厚いしっかりしたスチールになってます。2本出しのちょっと細身のマフラーという感じで、この辺がね意外とギュッとエンジンタンク周辺のスカスカ感よりは後ろ回りギュッとかっこいいと思います。テール、こちらウインカーはウインカーとテール一体型になってまして、この辺もすごくすっきり、リア周りすごくすっきりあしらわれております。あとはねいかにもアメ車っていう感じのシルエットね、このお尻とシートほとんど同じぐらいの幅で、この流線形の大ぶりなタンクねかっこいいです。では 1890cc という大排気量のエンジンを積んでいるチーフシリーズ、足つきサイズ感など気になる方おられると思うので、またがって大きさ紹介していきます。失礼します。そう重くないんですよこれが。私今身長165センチなんですけど、両足かかとまでべったりついてます。シートちょっと柔らかめ、足乗せるとこんな感じ。チーフダークホースはミッドコンになってるんでこんな感じで非常に足元収まり良いです。足の位置、手の位置はチーフシリーズそれぞれキャラクター持たせて設定が変わっているので、ベースになるモデル気になるやつ選んでいただいて、あと手とか足の位置、シートの位置ディーラーさんと相談して自分にぴったり合うものを選んでいただければ一番乗りやすいかなと思います。ライディングポジションこんな感じ、ちょっと幅広なハンドルで前傾するような、いいっすね。このタンクとメーター、この見える景色が近いので、アメ車乗ってんなーっていう感じで気分上がります。いいと思います。では皆さん気になるインディアンねめちゃくちゃいい音するんで、空冷のサンダーストロークどんな音するのか排気音サウンドチェックやっていきたいんですけど、是非お近くのディーラーさん行ってサンダーストロークのエンジン音聞きたいよってなった時はまたがって自分でエンジンかけさせてもらってください。できたら。というわけで一回やってみます。よし、失礼します。これね 1890cc なんで、まあ片っぽだいたい 900cc ぐらいのエンジンがいるんですよ。前と後ろで、後ろのエンジン自分の体ほぼ近くにいてますので、この一発目エンジンをかける時のこのエンジンの動く感じね、鼓動感、これがねめちゃくちゃかっこいいです。
不快な振動とかではなくて 1890cc のエンジンが力強く動いてる感じっていうのが体に伝わってきて、エンジン止めてね、車両止めてまたがってるだけでもめちゃくちゃ気分上がります。かっこいい。ではこっちから聞こえてくるサウンドもね注目したいんですけど、結構ねいい音します。低音が効いてて歯切れが良い、ちょっと湿った感じのサウンド、それと同期するようにこの辺でもちょっとメカノイズが、ちょっと高めの金属音みたいなメカノイズがするんですけど、このエンジンを開けた時のトルクありますよみたいな、このふくよかなサウンドと力強い吹き上がりでいいと思います。ちなみにチーフライディングモードついてまして、今試したのはスタンダードモードなんですけど、ツアーモードにするとこんな感じ、ゆっくり吹き上がっていってトルクがモリモリっと出てくるような力強さ。スポーツモードにするとねすごいです。乗りやすいかどうかはさておき、インディアンの 1890cc のエンジン、アメ車感を一番出すにはスポーツモードだぜみたいな、インディアンのねちょっと遊び心も感じるかなと。いいと思います。これね音を聞くだけでもいいので、ぜひお近くのディーラーさん行ってね、空冷の大排気量のエンジンでどんなもんやと、クルーザータイプのバイクに興味がない人でもこれすごいって絶対なるんで、一回ねサウンド聞きに行くだけでも十分楽しいですから、お近くのディーラーさん行ってサンダーストロークエンジンかけてアクセルブンブンやってみてください。いいと思います。いかがだったでしょうか。アメリカのインディアンモーターサイクルが今一番おすすめ、もう乗るなら今ですよと。空冷サンダーストロークエンジンを積んだチーフシリーズ、バリエーションいろいろあるんで、絶対ねお好みに合う1台あると思いますので、まずは一度お近くのディーラーさん行ってエンジンの音を聞いてみてください。エンジンかけさせてもらう時はまたがってからご自身の手でエンジンかけてみてください。一発で好きになると思います。かっこよさは見ればわかるインディアンモーターサイクルなんですけど、乗るとねまたそのものづくりの良さバチバチ伝わってきて、バイク探しね楽しくなると思いますので、お近くのディーラーさん行ってください。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしていきます。高評価、チャンネル登録、あとはこんなトピック取り扱ってほしいなどあればコメント欄で何でも教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。